皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナの情勢解説。アメリカがウクライナに対して地対地ミサイルエイタクムスを供与したことが発表されました。これは当初、アメリカの正式発表が先ではなく、まずウクライナが実際に使用し、ロシア軍に打撃を与えたことを公表したことから判明したものです。なぜアメリカが先に供与を発表しなかったかといえば、これまでアメリカが供与していた弾よりも射程距離が長いので、供与したことを先に発表すると、ロシア側が速やかに退避行動をとり、特に初撃においては打撃を与えることが難しくなるといったことから、まずは秘密裏に提供し、実際に使用してロシア軍に打撃を与えるその第一撃を可能にしたというのです。今回の動画では、アメリカが供与した地対地弾道ミサイルエイタクムスがどのようなものであるか、そしてどのような効果があり、ロシア軍にどのような影響を与えるかについて解説をしていきます。ウクライナ情勢についての知識をアップデートしていきましょう。ウクライナ軍がアメリカから供与されたエイタクムスを用いて攻撃を行ったのは2カ所あります。一つはルハンシク州のいずれかの弾薬庫、そしてもう一つがアゾフ海に面するベルジャンシクにあるロシア軍が占領している飛行場です。前線からは100キロの位置にあります。この位置にあるロシア軍の飛行場においては、ヘリ部隊が駐屯していました。ウクライナ軍はヘリ9機を撃破したと発表しています。ただし、この機数については、ロシア軍の占領地ですから正確な数はわかりません。あくまでも最大値だと思ってください。ただ、現地の映像から見ると、9機撃破したんだと言われたら、確かにそうかもなと思えるほどの広範囲において火災が発生しています。これは、アメリカが供与した弾が単弾頭型ではなく、小爆弾を大量に吐き出して広範囲に攻撃を行うクラスター弾だからこその被害の拡大が考えられます。こちらが不発弾として残ったものとみられる小爆弾です。このような小爆弾が一発あたり1000個近く放出されるということです。今回ウクライナ軍が使用したエイタクムスは数発だと言われていますから、それでも数千発単位で爆弾が降り注いだこととなります。そしてこちらの映像がウクライナ軍が公表したエイタクムスミサイルを用いたハイマースによる攻撃映像。見た目としては別に変わりはないわけですが、これまでよりも射程距離が大幅に伸びたことにより、これまで以上にハイマースによる遠距離攻撃は重要さが増すこととなります。では改めて、ハイマースにエイタクムスミサイルを搭載して攻撃することの基礎知識を振り返っておきましょう。エイタクムスは地対地弾道ミサイルで、射程距離は300キロあります。ただし、これはバージョンによって異なり、今回アメリカが供与したものはバージョンが初期のものであり、射程距離は300キロから比べれば大幅に短い165キロにとどまります。また、最新のバージョンにおいては、弾頭部分は単弾頭といって1点に対する爆発力を売りにしたものに対して、今回供与されたものはクラスター爆弾型、多くの小爆弾を吐き出す形となっています。こうしたクラスター爆弾はどうしても不発弾が大量に残ることから、基本的にはアメリカではもう使わないようにしようという方針をもとにして、米軍においては廃棄される予定リストに入っています。ですからアメリカにしてみれば、廃品処理をウクライナにお願いしたような形となります。そしてこちらが長射程のミサイルが供与された場合どのくらいのところまで届くかを示す地図です。一番手前のものがこれまでハイマースに供与されていた弾で、ロシア軍の占領している地域、前線付近についてはおおよそカバーできるのですが、やはり奥へと届くことはできません。そして最新バージョンになると射程300キロ、ロシア軍に占領されている4つの州だけではなくクリミア半島全域もカバーすることができ、クリミア半島とロシア本国をつなぐ補給の大動脈であるクリミア大橋も射程範囲内に収まります。こうした射程距離の話をすると、巡航ミサイルストームシャドウがすでにイギリス、フランスから供与され似たようなものでないかと思われるかもしれませんが、実際の使い心地としては地対地ミサイルの方がより安全に使うことができます。ストームシャドウの場合だと航空機から放つ関係でロシア軍の奥地へと撃ち込もうとすればするほどより前線に戦闘機が近づかなければなりません。そこはロシア軍にとっても対空ミサイルで警戒しているところであり、決して安全に攻撃をすることができないわけです。しかし、
ハイマースによる地上から撃ち放す攻撃であれば、そう簡単にロシア側から狙われることはありません。常に動き回ってどこから発射するかは事前には判明しませんから、目標に対してミサイルを撃ち放った後すぐに退避すれば反撃はほぼ不可能に近いのです。実際これまでウクライナの戦場においてハイマースは繰り返しロシア軍に対して攻撃を行ってきました。しかし、ロシア軍に撃破されたと確認されたハイマースは一両も存在しません。それはハイマースが前線から遠い場所から遠距離攻撃を行っていて、しかも攻撃が終わった後すぐに移動するため、ロシア軍から全く捕捉されていないのです。そして今回供与されたエイタクムスはさらに射程距離が長いわけですから、より安全な距離を保って攻撃を繰り返すことができるわけで、ウクライナにとっては待望の兵器がようやく届き始めたという感じなわけです。今回ウクライナ軍が攻撃を成功させたことによりまた一つ証明されたことがあります。それはロシア軍の防空網においては欧米製の弾道ミサイルなどに対する対処能力がない可能性です。巡航ミサイルストームシャドウも迎撃できず、ロシアの黒海艦隊の艦隊司令部が爆破されたのと同じようにして、ロシア軍の兵器というものは古代宣言というものが非常に大きく、これまではありとあらゆる兵器に対処できるといったようなことを謳ってきました。しかし、戦争になってみればそのような誇張表現といったものの化けの皮が剥がれ、実際にはほとんど対処できないことが明確になってきたわけです。今回のハイマースによる攻撃にしても、ロシア軍は迎撃したんだと発表しているわけですが、それならば基地が大炎上するようなことなどなかったはずです。そして、今回の攻撃成功に伴ってロシア軍は対策を取らざるを得ません。これまでよりも長い距離の攻撃範囲を誇るエイタクムスがアメリカから供与されたことによって前線に近いところにあった弾薬集積庫はより遠くに移すかより細かな小さな弾薬集積庫に分散配置するといった面倒さが生まれることとなります。またそれだけではなく前線にあった司令部なども攻撃される可能性が高まることからより遠くへと逃げるようなことになります。このような対策を取ることによって被害を低減することができるわけですが、それと引き換えにより補給は遠くから行わなければならない、もしくは分散配置すればそれに伴って配送ルートの確保や補給の煩わしさ、いわゆる手間工数も増えていくこととなります。例えば今回ヘリ部隊に対する攻撃が行われたわけですから、この距離ではもう安心して集結することができないんだなとなれば、より遠くへと配置するのが安全策としては有効な手となります。しかし、ヘリ部隊がより遠くに配置されるということは、今すぐ空軍の支援が欲しいんだという時に、これまでよりも倍の時間がかかってから援護が来ますというのであれば、それまでに戦場の様相はガラッと変わっている可能性があるわけで、リアルタイムに対応できることができなくなるわけです。ウクライナ軍とロシア軍との差は、まさに空軍力の差が一番大きいと言われているわけですから、その部分について、より後方地へ押し下げられてしまうというのは、より多くの影響をロシア軍に与えることとなるわけです。ただし、今回供与されたのはクラスター弾頭型で、橋の破壊には向いていません。広範囲に対する攻撃を行うことができるのですが、逆に言えば一つ一つの目標物に対する破壊力としては小さなものとなります。あくまでも面制圧に向いているといった兵器で、構造物の破壊には向かないのです。また、射程距離も最新バージョンのものと比べれば半分近くのものであり、クリミア大橋に対する攻撃兵器としては使えないという残念さがあります。これはアメリカ軍にとって今回供与したのがいずれ廃棄する予定のものだったから供与しやすかったという面があります。だからこそもっともっと早く供与してもよかったじゃないかと私は思います。というのも今年ウクライナ軍が反攻作戦を実施するその時においてもうすでに今回のようなクラスター弾タイプのエイタクムスが供与されていればロシア側が対策を強いられていたわけで、それに伴って前線の弾薬集積庫であったりヘリ部隊がより後方に移っていれば、もっともっとウクライナ軍を支援することにもつながっていたわけです。アメリカとしては要望を受けてから供与するまでのその検討時期が非常に長いという問題があります。この背景にあるのが、ロシア側が核兵器を持っていて、何かあれば核兵器を使うぞというような脅しをかけるだけで、アメリカがそれに応じて、事態のエスカレートは何とか避けたいとして、
徐々にしか供与をグレードアップしてこなかったという問題があります。今回の供入についても、まずはクリミア大橋を落とせない射程距離の短い、そして単弾頭ではなくクラスター弾タイプを選んだというのも、そのようなロシア側の反応を見るためだったかもしれないのです。この後アメリカがいつ射程距離300キロの単弾頭型エイタクムスを供与するかというのが戦況を左右する大きなポイントとなります。また、今回アメリカが供与したことにより、いよいよもってドイツの巡航ミサイルタウルスがいつ供与されるかも圧力が高まることとなります。ウクライナがこれまで求めてきた兵器は時間はかかっても順次解放されてきました。それだけにドイツが断り続けている兵器が供与される日が来れば、いよいよクリミア半島におけるロシア軍も兵站の危機に瀕死するわけです。戦争を早く終わらせようと思うのであれば、むしろロシア軍をさっさと弱体化させ、占領地から追い払うことができるようにウクライナに力を与えるべきだというのが私の考え方です。だらだらと戦いが長引けば長引くほどロシア側はウクライナの一般市民を狙った攻撃も繰り返しているわけですから、アメリカもドイツももう一歩踏み込んでほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナがこれまで切望していたエイタクムスについてアメリカが供与を行いました。これに伴ってウクライナ軍が早速ロシア軍のヘリ部隊に対する攻撃を行い、ロシア軍の防空網を突き破って攻撃は成功したようです。今後ロシア軍は対策に追われることでしょう。そのことがまた前線のロシア軍に対する補給の混乱やもしくは空軍の支援の遅れなどにもつながってくることでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想コメント、そして役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にこのチャンネルのことを伝えてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。